はい、どうも夜です。今回は久しぶりにドラゴンクエストの料理を作りたいと思います。今日本は夏なので暑い日が続いています。なんか爽やかなゼリーが食いてえなというわけで今回はドラゴンクエストのリップスをイメージしたゼリーを作ろうと思っています。ところで皆さんは日本のかき氷って食べたことはありますか？日本のかき氷は氷を削ってお皿に盛り付けた後にいちごやメロン、ブルーハワイなどのシロップをかけて食べます。今回のゼリーにはそのかき氷のシロップとレモンジュースを使用したゼリーを作ります。それでは使用する食材をご紹介します。粉ゼラチン、水、かき氷シロップ、レモンジュース、チョコレートです。そして今回はリップスのゼリーを作るので、この唇型のゼリー型を用意してください。もし持っていない方は楕円の形の型でもいいと思います。さあ、それでは作っていきましょう。まずはかき氷のシロップをコップに入れます。かき氷のシロップはとても甘いので、水を入れてかき氷のシロップをあなたの好みの濃さに割ってください。この時気をつけてほしいのは、後でさらにゼラチンを加えるので味を少し濃いめにしておいてください。レモンジュースはコップに注いだ後、リップスの唇の色に近づけるために、いちごのかき氷シロップを少し加えておきます。はい、こんな感じかな。少しオレンジっぽい色になりました。そしたら粉ゼラチンとお湯を混ぜます。ちなみに今回僕はゼラチン 10g にお湯 100ml を加えています。よくかき混ぜてゼラチンを溶かしてください。ゼラチンがお湯に溶けたら、かき氷シロップとゼラチンを混ぜます。ゼラチンを加えたらよくかき混ぜてください。ゼラチンの量はあなたの好きなゼリーの硬さに調整してください。レモンジュースにも同じようにゼラチンを加えます。ゼリーの液体ができたらそれを型に流しましょう。色が綺麗で固まる前にすでに美味しそうだな。レモンジュース、ブルーハワイ、いちご、メロン。やべ。ごめんメタルスライム。後で綺麗に洗ってやるからな。はい、こんな感じで型に流し終わりました。そしたらこれを冷蔵庫で2時間冷やしましょう。早く食べたい。はい、ゼリーが冷蔵庫で固まるのを待っている間に盛り付けの準備をしておきましょう。チョコを細かく砕いてボトルに入れてください。このチョコは後でリップスの体を描くのに使います。1個ぐらいつまみ食いしてもいいかな。チョコをボトルに入れ終わったらコップにお湯を注ぎます。そしてボトルをお湯につけてチョコレートを溶かします。よし、もう固まってる。わかりますか？この柔らかいゼリーになってるの。そしたらゼリーをお皿に盛り付けていきましょう。まずはゼリーをお皿の少し上に盛り付けます。ここら辺でいいかな。そしたらゼリーを型から外しましょう。大丈夫かなこれ。ゼリー崩れないか？あれ？ゼリーが出てこない。はい、ちょっと今、ゼリーの周りを爪楊枝を使って型から外しました。うまく取れるかな？でもなんか取れそうな感じ。じゃあ行きますよ皆さん。ゼリーの登場です。あれ？なんか形がちょっと変だな。型にゼリーが残ってる。形がちょっと歪ですが、ゼリーとしては美味しそうですね。見てください、このゼリーのプルプル加減。ほらほら、ほーら。はい、そしたら溶かしたチョコを使ってリップスの体を描いていきましょう。どこから描こうかな。体から描いた方が描きやすいかな。こんな感じで、よいしょ。スライムは何回も描いたことあるけど、リップスって描いたことないな。うまく描けるかな。
紙にペンで書くのと違って、チョコレートで書くの難しいなぁ。リップスの絵が下手でも許してね、みんな。次は顔を描きましょうか。チャームポイントの目は綺麗に描かないといけませんね。チョコがスムーズにボトルから出てこないなぁ。今のところいい感じに描けてるかな？次は、背中の部分を描いて、リップスを描く練習しとけばよかったな。次は腕と手ですね。チョコレートがボトルから出にくくなってきたら、お湯でまた温めてください。手難しいな。口の大きさと体の大きさのバランスが難しいな。そういえばこのお皿、リップスのゼリーを作るために買ったんですよ。こんな大きなリップスが乗る皿、家になかったので。背中の模様も描いて、初めて描いたリップスということで、これぐらいのクオリティで許してください。はい、まだ途中なんですが、こんな感じになりました。見てください、このプルプル加減。ほら、いい感じ。美味しそう。残りのかき氷シロップのゼリーも盛り付けていきましょう。今回は型から綺麗に外れるかな？はい。なんかインターネットで調べたら、お湯で温めたタオルで型を温めると、ゼリーが型から外れやすくなるというのを発見しました。ちょっとやってみましょう。こんな感じで型を温めるようです。そうすると、ゼリーが少し溶けて型から外れやすくなるっていうことみたいです。もう取れるかな？まだ取れないか。もうちょっと温めてから型から外してみましょう。もうそろそろいいかな。取れそう取れそう。いくよみんな。今度こそ綺麗なゼリーが登場します。めちゃめちゃ綺麗に型から外れた。うわー、美味しそう。プルプル。じゃあ、ブルーハワイのゼリーも外してみましょう。なんかこっちもいい感じかも。ちょっと型にゼリーが残っちゃったかな。まあでもいい感じですね。そして、イチゴのゼリーも、いい感じですね。はい。そしたら先ほどと同じように、チョコで体を描いていきましょう。さっき一回リップスを描いたので、さっきよりはうまく描けると思います。今回4つゼリーを作るので、この絵を4回描きます。なので多分この動画を撮り終わる頃には、リップスを描くのが上手くなってると思います。ゼリーを作るのは簡単なんですが、この盛り付けが時間がかかりますね。はい、こんな感じでメロン、ブルーハワイ、イチゴのゼリーも盛り付けました。美味しそうだけど不気味でもあるね。ちっちゃい子が見たら泣いちゃうかもな、これ。なんか赤い唇は本当にモンスターみたい。はい、これで完成でもいいんですが、次は体に色をつけていきます。またコップにかき氷のシロップを入れます。赤と青を混ぜた紫と緑と黄色。かき氷のシロップは先ほどと同じように水を入れます。はい、こんな感じです。右上のシロップはちょっとわかりにくいですが、赤と青を混ぜて紫色にしてあります。こんな感じの色になってます。そしたら先ほどと同じようにこちらにもゼラチンを加えます。はい、そしたらこのスポイトを使って体に色をつけていきましょう。スポイトを使うと体の細かい部分にまでゼリーを流すことができます。こんな感じで液体で色を塗っていきます。
料理でスポイト使うの初めてだな。たまたま売っててよかった。スポイトを持ってない人はストローでも代用できるかもしれません。だんだん綺麗に盛り付けができてきましたね。やっぱり色をつけると綺麗に見えますね。より一層美味しそうに見えます。はい、こんな感じになりました。あれ？なんかこいつだけブサイクだな。そしたらまた冷蔵庫に入れて固めます。冷蔵庫にお皿を入れるときに傾いちゃったみたい。まあでも固まっているので余分なところはスプーンで取り除いてください。はい、こんな感じでリップスたちのゼリーが出来上がりました。ふぅ、美味しそう。でもなんか物足りないな。唇にチョコで線を描いた方がいいのかもしれないな。チョコで線を描いた方が唇と分かりやすいかもしれないので、描いてみましょう。唇に線を描くのは難しくないので、すぐにできると思います。やっぱり線があった方が分かりやすいな。こんな感じかな。はい、できました。リップスたちのゼリーです。これがマジックリップス。これがデスバキューム。これがお化けウミウシ。これがリップス。皆さんもぜひ暑い時期にはリップスたちのゼリーを作ってみてください。もし寒い時期に食べてもリップスがあなたを温めてくれるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。